今回は無理や我慢や何かの犠牲の上に成り立つ幸せではなく、ストレスフリーな状態で幸せを手にするための新しい視点を一つお渡しします。合わせて多くの人が気がつかずにやっているこのストレスフリーな幸せを手にするためには、終わらせる必要がある重大なことについても一つお話ししていきます。今回の話を最後まで聞いていただくと、あなたが望んでいる幸せを手にして、その幸せにくつろいでいられる、そんなあなたに自然と変わることができると思います。もし今あなたが頑張っているのに満たされないとか、幸せになりたくて環境を変えたり、何かを学んだのにまた不安がやってくるとか、人の言葉にハッとして救われた気がするのに、また別の逆の言葉が気になって迷ったりする。こんな風に行ったり来たりする思考や感情があると感じているなら、今回の話はきっとあなたの役に立つ話になると思います。こういうことありませんか？今のままでも十分幸せな時と、このままではダメだと思う焦りがある。幸せはお金だけではないと頭では分かっているのに、お金がなくなる不安や怖さがつきまとう。こんな風に真逆のところを行ったり来たりするような思考や感情に疲れているなら、今回の話をスルーしてしまうと、これからもまたこの行ったり来たりする状態を繰り返してしまうことにもなりかねません。今回の話は明日には忘れてしまうような一時的な癒しの言葉ではありません。人の心はなぜ揺れてしまうのか。気持ちや考えはコロ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 勝手に変わってしまうのか。この瞑想を終わらせるためには何を取り戻せばいいのか。具体例を交えて丁寧にわかりやすくお話ししていきます。では早速具体例から。実は私も過去、この相反する感情を抱えて行ったり来たりしていた時期があります。会社員時代、ここを辞めたら今より良い条件はないかもしれないと不安でした。ですからストレスを抱え、心も体も限界を超えているような状態でも辞めることができませんでした。その頃の私は辞めたら幸せになれると毎日のように思っていました。ようやく辞めることができ、最初は自由で幸せでした。ですが、この幸せは長くは続きませんでした。また別の不安がやってきたからです。起業した私にやってきた不安は、本当にこれでいいのか。SNS の発信や誰かの数字、情報を見れば見るほど、幸せは遠ざかっていきました。苦しい状況を変えたい。変えたら幸せになれると思ったのに、私は会社員を辞めても、また苦しくなってしまったんです。こういう経験、多くの人が一度くらいは体験したことがあるのではないでしょうか。なぜ人は頭では分かっているのに心が揺れてしまうのか。相反する思考が同時に存在するのか。自分の人生を生きたいと思いながら人の言葉に乱されたりするのか。脳や意識のメカニズムを学んで、私が気がついたことはとてもシンプルなことでした。それは、私は幸せを感じる感覚そのものを失っていたということです。つまり、他人の幸せの定義や外側の情報を取り入れすぎて、自分の感覚を明け渡してしまっていたんです。自分の価値観ではなく、誰か別の人の価値観にすり替わっていたんですね。幸せは定義するものではなく、感じるもの、
自分の心から自然に湧き上がってくる感覚だと私は思います。ですから、この幸せを感じる感覚をまず取り戻さないと、多くの人が発信している好きなことを仕事にしても、場所を変えても、欲しい幸せが手に入ったとしても、いつまでだっても不安から抜け出せないし、また新たな不安がやってくる。ですからまず自分の幸せを感じる感覚を取り戻すことが大切なんです。この感覚がないまま、誰かが教えてくれた好きなことを仕事にすると幸せになるとか、場所を選ばずに仕事ができるって最高という言葉を信じても、お金がたくさんあっても、結局はまた別の不安がやってきて、幸せから遠ざかってしまうということが起こりかねません。では、この幸せを感じる感覚を取り戻すとどうなるのか。今、私はコミュニケーションが苦手で自分より周りの人を優先してしまう。そんな過去の自分から気がついたらいつの間にか抜け出していました。特別なことをした、何か努力したというわけではなく、自分の感覚を取り戻した。それだけでこんな変化が起こっていました。そして周囲の人とのつながりが深くなり、心の豊かさを感じられるようになり、人間関係も豊かになり、現実的な豊かさもやってくるようになりました。日々特別なことがあってもなくても、ただそこにある幸せを感じられるようになりました。これは幸せを感じる感覚を取り戻したから起こったことだと感じています。幸せがやってこない本当の原因は、意志の弱さや能力の低さではなく、自分の感覚、内側から生まれる感覚よりも、情報や他人の価値観、定義を優先して、それが自分も同じ、私のものとしている状態が当たり前に気がつかずに起こっているからだと私は感じています。自分の内側から生まれる感覚の具体例としては、例えば風の心地よさに幸せを感じる日もある。あるいは雨に濡れた木々の緑に幸せを感じることがあるかもしれない。その日、その時、あなたが何を見て何を感じるか。ただそれだけ。その時その時違ってそれでいい。それが自然なことだと思います。では、私は何をすればいいのと思ったあなたに、今の状態で答えを探し続けると、さらに瞑想は強くなり、そこから抜け出してくるのは大変になります。必要なことは何かをこれ以上足すのではなく、一度自分の感覚を取り戻すこと、錆びついた幸せを感じる感覚を取り戻す必要があります。それは日常に余白を持つことです。では、最後に幸せを感じる感覚を取り戻すために、すぐにできる簡単なアクションを一つお渡しします。1日1回3分だけ何かを味わってみてください。お茶やコーヒー、食事でもいいし、お風呂やただ空を眺めるだけでもいい。スマホやテレビ、音楽を消して、情報も言葉も音も入れないで、その時、私は何を感じているか、あなたの体の感覚や心に意識を向けてみてください。そこに正解はありません。もしよくわからなかったとしても、それで OK です。わからないということに気がついた。それが感覚を取り戻す最初の一歩になります。大切なのは、良いことを感じようとか、
感じ方を整えようとしないことです。今、あなたの内側に何があるのか、感覚に気づくことが大切です。これは脳のメカニズムから見ても効果があると言われている方法です。あなたが見つけた感覚をコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは今回のように希望通りの人生を引き寄せるために本質的で新しい視点の話や科学的な話、また日常で使える小さなアクションについてもお話ししていきます。自分の感覚を取り戻して幸せになりたい、願う人生を引き寄せたいと思っているあなたは、ぜひ次の動画にもお越しくださいね。今回の内容が何かあなたに響くものがあったら、いいねボタンで教えてくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。意識変容コーチ中江でした。また別の動画でお会いしましょう。